それではルーブルの有名作品の一つ、ミケランジェロによる2体の奴隷像を見ていきましょう。こちらは抵抗する奴隷、そしてこちらは死にゆく奴隷、あるいはまどろむ奴隷と言われています。この2体の奴隷像はもともとローマ教皇ユリウス2世の霊廟の一部として制作されました。その霊廟というのは2階建て40体の彫刻で飾るという壮大な計画でした。しかし途中でミケランジェロはシスティーナ礼拝堂の天井画を描くように言われ、霊廟制作は中断。再開されたと思ったら今度は注文主のユリウス2世が亡くなってしまいます。霊廟の計画は続行しました。しかし予算はどんどん削られていきます。当初40体の彫刻で飾るという計画は最終的には6体にまで縮小されてしまったんです。そこで作ったんだけど必要なくなった彫刻が生まれてしまったんです。それがここにある奴隷像ですよ。ミケランジェロはこの奴隷像をロベルト・ストロッジという友人にプレゼントし、その友人がフランス国王にプレゼントしたことで現在はルーブルにあります。さてこの2体の奴隷像、未完成なんですね。顔に割れ目が入っているからでしょうか。足の部分に大理石のボリュームが足りなかったからでしょうか。ミケランジェロがなぜこの彫刻を完成させなかったのか、詳しいことは分かりません。ただ未完成だからこそ見えてくるものがあるんです。ほらここ、ハンマーで刻んだノミの跡、これミケランジェロが大理石と格闘した痕跡ということですよね。ここには今まさに生まれつつある右手が見えますよ。ミケランジェロの彫刻の力強さは荒削りの部分にこそより強く感じることができます。ではこれらの奴隷、一体何を意味しているんでしょうか。複数の解釈が可能なんです。例えばユリウス2世は多くの戦争を行いました。したがってこれらの奴隷は彼が征服した地域の擬人像ではないかと考えることができます。あるいは芸術のアレゴリーと考えることもできるんです。まどろむ奴隷の足元には猿がいますよ。猿は絵画の象徴です。抵抗する奴隷の足元には柱塔があります。これは建築の象徴でしょう。ユリウス2世という偉大なパトロンの死とともに芸術は奴隷になり下がったと読めるんです。そして最後にこの奴隷像、実は人間、つまり私たち自身だと考えることもできます。というのもミケランジェロは人間は皆奴隷だと考えていたからなんです。彼はプラトン主義といって人間はいい部分と悪い部分の2つの部分でできていると考えていました。いい部分とは魂のこと、理性と言ってもいいでしょうね。悪い部分とは欲望を持った肉体のことです。人間は理性を持っているが欲望も持っている。でもミケランジェロはさらにこう言うんですよ。理性が欲望の奴隷状態になっているのが人間だと。そうするとこの2体の奴隷像、対照的に見えてくるじゃないですか。まどろむ奴隷は眠りに身を任せている、欲望に身を任せていると言ってもいいですよね。目はつむっていますよ。一方抵抗する奴隷は欲望のくびきから逃れようともがいている。顔を見ると目を見開いています。そして天を見ている。少しでも神に近づこうという意志を感じ取ることができるじゃないですか。つまりミケランジェロはこの2体の奴隷像で私たちに語りかけているんです。あなたは欲望に逆らって
少しでも神に近づこうとしますか？それとも欲望のままに生きますか？あなたはどちらの人間ですかと。欲望のままに生きるんであればね、それは人間とは言えないんです。動物ですよ。そう、それは猿なんですよ。